日本の東北地方、青森県青森市。冬になると雪深いこの地に青森県立美術館はあります。2006年に開館。周囲の雪と調和した白い壁が印象的な建築です。白い壁に掲げられたシンボルマーク。木がモチーフです。日が暮れるとネオンの明かりがほのかに壁を照らします。設計したのは住宅やギャラリー、公共施設などを手掛け、世界が注目する建築家青木淳さんです。美術館っていうのは人間が作るいろんな建物の中でね、やっぱり人間の一つの本能の作るっていうことにリスペクトがある空間なんだろうって思うし、そうあってほしいと思うんですね。物を作ることを尊重する思いは壁の白い色にも込められています。もともとレンガっていう素材の上に白く塗ってるわけなので、柔らかいっていう感じがする。テクスチャーがあるって言ったらいいのか。これだったら落書きしてもいいって感じしません？なんか落書きしてもまた塗ればいいじゃんっていう感じで、だからやっぱり物をなんか作る時ってそういう何やってもいいよっていう空間の方が物作りやすいですよね。汚していいよとか。でそういう意味で言ってとりあえず白くしてあるけどご自由にっていう感じが一番出るものとして、これが美術館にふさわしいと思ったわけ。館内に入りエレベーターに乗ると地下2階です。到着したのは地下2階。展示室はすべて地下にあります。この美術館では地元青森県出身の作家の充実したコレクションを楽しむことができます。20世紀日本美術を代表する巨匠、版画家の棟方志功。1955年のサンパウロビエンナーレで最高賞を受賞した代表作。右は上昇する女性、左は下降する女性。女性の生命エネルギーが大胆に造形化されています。棟方志功は、青森の作家としてね一人すごく突出した作家ですけども、彼の作品っていうのはかなり強いですよね。直接心に訴えてくるって言ったらいいのか、非常に迫力のある作品なわけですけども、青森って言った時に一つはその強さみたいなもの、そういう意味で言ったらば他の日本的っていうよりはもっと日本の古いところからつながっているパワーって言ったらいいのかな、力を持ったものっていうのが展示できるんじゃないかと。この美術館のシンボルとも言うべき作品がこちら。青森県出身のアーティスト奈良義朝さんが作ったオブジェ、青森犬です。オープンエアに設置されており、冬には雪の帽子をかぶったこんな姿になります。同じく奈良さんの作品ミス・フォレスト森の子は開館10周年を記念して設置されました。美術館の隣にはおよそ5900年前から4200年前、縄文時代の遺跡があります。この三内丸山遺跡から青木さんは美術館の着想を得ました。この遺跡の発掘の現場っていうのは、ある意味で青森の風土になんとなく近しいなっていう
感覚を持ったんですね。トレンチっていう溝を切ってですねやる部分っていうのがあって非常に迫力があるわけです。で、縄文時代そのものはここに持ってくることできないけどだから連続的なランドスケープの中に美術館ができないかって考えましたね。館内は遺跡のトレンチを想像させる土の色の壁と白い壁が混在する不思議な空間。これは美術館の独特な構造によるものです。作り方でいうと、まず地面をですねトレンチを縦横に地面を切って作ると。でそうすると土がデコボコしますよね。でその上に、白い建物をかぶせると。で噛み合わせると。そうすると、噛み合わせが悪いとですねいろんな隙間が生まれますよね。その方法で作ると、白い、ホワイトキューブも作れる。上からかぶさってくる建物の中は白い部屋が作れるから。でそれから隙間の空間としての土の展示室というのができる。この2種類の展示室が、ほぼ半々ずつ作れるっていう仕組みで設計したんですよ。そうすると実際体験すると白い部屋から土の部屋に行き土の部屋から白い部屋に行くっていう交代していくっていう体験になる。青木さんが案内してくれたのはアレコホールと名付けられた巨大な空間です。これ14メートル幅がある作品なので、どうしてもこれを展示しようと思うと巨大な空間になるわけですね。ホールの名前の由来は4幕もののバレエアレコの背景画。20世紀を代表する画家マルク・シャガールが制作した青森県立美術館が誇る名作です。我々の提案がこれがともかくこの美術館の一番中心にあって、これをまずこの美術館で招く場所にしたいなっていうのがあったんですね。展示室をめぐる来館者は四隅にある出入り口から何度もここを通ることになります。まさに広場のような場所です。おそらくここに来た方は、多くの人は迷うんです。で迷路みたいだっていう人がすごく多いですね。この美術館は実は真ん中に大きな広場があってその周りに部屋があるっていう作りなので迷っても実はたかが知れてるわけなんですね。だけど迷ったって思うんです。むしろそれはいいことなんじゃないかって。何かやることでそのやってる中から何かが自分で発見していくっていうその楽しさだと思うんですね。で何かやりながら発見するっていうのと同時に自分の側に返ってきてて自分がそのためのことに変わってくってるんですよね。で美術館っていうのは、そういうことを、作家もこの空間で体験できるしそれからそこに見に来る人もそういう体験ができるしそれからここで働く人もそういう体験ができるっていう、そういうことが理想なんじゃないかと思っていてだから美術館の設計っていうのが自分にとって一番やりたいことだったし今もますますそうですねやりたいなっていうふうに思ってますね。